ご視聴ありがとうございます。今回は、ついに今月開業の芳賀宇都宮 LRT、通称ライトラインの動画、後編です。開業までの経過と、路線の4分の1ほどの区間、そして車両基地をご紹介した前編に続き、残りの区間の様子と、立ちはだかる課題を解説します。立ち入り禁止が解かれた理由と、中止になった試運転、路線の未来に注目です。ライトラインは、北関東宇都宮駅東口から伸びる、全長 14.6 キロの路線で、駅東側の住宅地や工業団地への輸送を担います。LRT とは、ライトレールトランジットの略。旧来型の路面電車とは異なり、他の交通機関との乗り継ぎも重視されているほか、乗り降りが楽な停留場や車両とすることで快適性を向上。車が軌道に入れないようにし、立体交差も積極的に取り入れることで、定時性や速達性を高めます。ここは、前回最後にご紹介した平石停留場です。周辺の交通との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターの一つで、駐輪場や駐車場が設けられ、南側には新しい道路もできました。時刻は朝9時過ぎ。車両基地から試運転のために車両が出てきました。試運転は去年11月に始まり、当初は深夜だけで、速度も時速 4,5 キロ程度でしたが、開業前の追い込みの試運転は終熟運転と呼ばれ、日中に行われるほか、本数も増えて速度も上がります。6月26日からは、さらに本数が増えました。これらのダイヤは公表されていますが、この日はなぜか、ダイヤが違っています。警報器が鳴り、ゆっくりと発車です。ライトラインと道路の交差部分には遮断機がないため、左右を確認しながら進みます。警報器は音のつなぎが悪く、1回ごとに途切れるのが特徴です。平石停留場の東で道路をくぐる場所も、構造物は出来上がっています。ライトラインの軌道はトンネルになっており、この陸橋は工事にあたって改修されています。ただし、上の歩道はまだ通れません。前回はまだ工事中の気配が漂っていた場所をきれいに整備され、前回はレールが積まれていたところは、自転車置き場になりました。フェンスで囲まれていて入れませんが、出入り口は奥にあります。道路と干渉しない軌道、専用軌道でありながら、コンクリートとアスファルトで固められ、既存の路面電車の専用軌道とは趣が違います。この先にあるのが、平石中央小学校前停留場。道路の真ん中を走る併用軌道区間では、交差点の手前に右折専用レーンを設けるためホームが互い違いになっていましたが、ここでは2つのホームが並んでいます。前回はガラスに注意喚起の張り紙があり、停留所名をつける作業も終わっておらず、アプローチ部分の工事もまだ途中だった中で試運転が始まっていましたが、さすがに工事は完成しています。併用軌道では、上下線の間に横断防止のフェンスはないものの、停留場部分だけは設置されています。ちなみにこの停留場、連続する漢字だけを使った駅名停留場名としては、日本で一番長いものの一つです。道路を渡った後も、軌道はしばらくまっすぐ進みます。そしてこの停留場の前後が、ライトラインの建設にあたって用地買収が難航したらしく、工事が比較的遅れていました。軌道をまっすぐ通したことで、その周りには不自然に空いた土地も残っています。向かって右奥にある倉庫は、軌道と重なる位置にあったため、重なるところだけが解体されています。橋の色だけが違うのはそのためです。空中写真で比べるとこの通り、これなら調整に時間がかかったのも納得です。ここまでは民家が軌道に近かったため、騒音を低減できる軌道になっていましたが、この先で砂利を敷いたバラスト軌道に変わります。左右は壁で支えられ、右カーブで高さを上げた後、木々の間に消えていきます。既存の路面電車ではまず見られない大掛かりな構造。前編でご紹介した立体交差と同じく、ライトラインの特徴の一つですが、よく見ると、これまでは架線が1本のみのタイプだったのが、上下1本ずつで支える一般の鉄道と同じタイプになります。左には高架をくぐる道路、右側には数ヶ月前にできたばかりの貯水池。情報流の多い軌道の先にあるものが、冒頭の路線図にも映っていた栃木県有数の河川、鬼怒川です。交差部分の川幅は、堤防の頂点の間で600メートル弱。ライトライン単独で川を渡るため、専用軌道の橋で一気に渡ります。そして車両の設計最高速度は時速70キロ。開業時は
路面電車が従う軌道法の関係で時速40キロに制限されますが、特別な認可を受けて最高速度を引き上げる構想があり、その時には専用軌道ではもっと速い速度で走ることになりそうです。上下1本ずつの架線も安定した走りを支えるためのものです。鬼怒川橋梁の工事は水量が増える夏場を避けるため、4年以上前から始められ、今から1年以上前に完成。周辺を含めて46億円の費用が投じられています。強度を確保しつつ橋脚の数を減らし、治水対策にも配慮されています。ただし一度高さを上げた軌道は、西側とは違って地上に降りることはなく、この先で高さを下げた後、再び高さを上げていきます。そしてそこに、停留場の屋根らしきものと、停車中の車両が、鬼怒川を渡った軌道のうち、一番低い場所にあるのが、飛山城跡停留場です。工事が遅れていたアプローチ道路もほぼ出来上がり、最後の仕上げが進みます。ホームが地上にないのは、ライトラインではここだけ。ホームは軌道を横切る踏切で繋がっているほか、横には階段、真下には軌道をくぐる道があるなど、他の停留場とは大きく違います。名前の元となった史跡、飛山城跡は、鎌倉時代末期に築城された城郭の跡地。鬼怒川を渡る前のカットでそびえていた、あの木々がある場所です。ちなみにこの停留場、計画段階では近くにあるバス停と同じ名前でしたが、北東600メートルにあるこの史跡の名前が正式名称になりました。公園内ではトイレの改修工事などが行われており、ライトラインの開業を迎える準備が進みます。ちなみにこの文字、城跡または城跡と読むことが多いらしく、城跡と読むのは珍しいようです。皆さんは間違えないでくださいね。私が前回間違えていたのは内緒です。そしてここから、軌道は再び高さを上げていきます。軌道を地上まで下ろさないことで勾配を緩くでき、道路との平面交差も避けられます。その途中に停車する、ライトラインの車両。停留場から離れた場所に止まるこの車両、鬼怒川の西にいた時にもあの場所に止まっており、動く気配がありません。車両故障でしょうか。この奥から逆側を見た様子がこちら。車両の前をヘルメットをかぶった人が歩いています。実はこの日は、ライトラインレールウォークというイベントが行われていたのです。宇都宮市と芳賀町に住む人が対象のイベントで、往復2キロの軌道上を歩くことができ、テレビの取材も入っていました。140人の定員に対して応募者は5000人オーバー、倍率はおよそ40倍で、凄まじい人気っぷりです。全部で4回行われ、平石停留場から下りの終熟運転は中止になっていました。これに伴い、平石停留場から上りの終熟運転のダイヤも変わっています。軌道はこの後ろで高さを上げ、その先で下り勾配に転じます。そしてこの高架橋は降りながら道路を横切り、左カーブでさらに高さを下げ、別の道路を乗り越えた後、今度は別の道路をくぐります。奥の道路の上から見たカットがこちら。勾配と曲線を巧みに組み合わせ、地形をかわして進んでいきます。平石中央小学校前から、このさらに先まで 2.8 キロにわたり、道路などとの交差はありません。この辺りの勾配は、実に60%ミル。あの薄い峠に迫る勾配はここにもあり、こうした大胆な勾配とカーブで道路との交差を避けるところに、LRT の特色が現れています。ここがレールウォークの場所に選ばれたのは、専用軌道で事故のリスクがないのと、こうした勾配を PR できるからでしょうか。軌道は今度は上り勾配になり、次の停留場へと突撃します。その奥には、入れ替わりのイベントグループが。ここが、星稜高校前。イベントで使われるため、立ち入り禁止のロープは外されています。実はこの停留場は、去年6月の時点でほぼ出来上がっていました。今では全ての停留場が完成していますが、当時宇都宮駅側から回った時、ここまで仕上がっていたのは、ここが最初でした。ここから 2.5 キロほど、軌道は清原工業団地の中を進みます。工業団地なので土地は平坦で、スペースにも余裕があったため、軌道や停留場の工事が早めに進んでいました。車両の出入り口を移動した工場などはありますが、序盤にあったような区画整理とは無縁だったのは幸いです。次の交差点の信号機も電車連動式ですが、併用軌道ではないので、前編にあったタイプとは違います。そしてこの交差点の向こうには、
屋根付きの駐輪場が見えます。その手前には工場の出入り口かと思いきや、歩道と門扉の間にバスタクシー出口の文字があります。自転車置き場に続いてバス停が並んでいます。この隣が清原地区市民センター前停留所。清原工業団地のトランジットセンターはここだけです。なお、上下線がホームを挟む島式と呼ばれる構造。途中駅では初めてで、あと1カ所しかありません。ここをハブとしたバス路線が新設される予定であるほか、バス停の奥にはタクシー乗り場もあり、その向こうには一般車両も止められるらしい車寄せと駐車スペースがあります。これらは、この隣にある会社が土地を提供して設置されたもので、隅には待合スペースもあります。そしてこの先で、軌道は道路を斜めに横切ります。ただし道路の真ん中ではなく、横のスペースを颯爽と走ります。この辺りは1年半以上前には整備が済んでいた場所ですが、他の区間と繋がっておらず、試運転などが行われない状態が続いていました。こちら側では歩道が道路と隣り合っていますが、かつては反対側のように双方が離れており、間には街路樹が植えられていました。ライトラインの軌道を通すにあたり、街路樹を切って歩道を車道の隣に移し、スペースを作ったのです。軌道が道路の間ではなく右に寄っているのは、改修工事を小規模で済ませるためです。そしてこの奥に、直進と左の進路指示ができる信号機があり、その先で下り線の軌道が2つに分かれます。ここが、グリーンスタジアム前停留所。下り線はこの先で合流し、列車の待ち合わせができます。ライトラインでは快速列車の運行が計画され、これは追い越し線としての利用を意図したものです。ただし、先日公表されたダイヤでは普通列車のみで、快速の運転はありません。下り線が合流して道路を横断した先で、上り線の軌道も2本に分かれ、上下線両方とも待ち合わせができます。ただしこの場所には、下り線から上り線に移れる線路があります。停留場の名称になっているグリーンスタジアムは、この東にある施設で、大規模なサッカーの試合などができます。この線路を使えば、グリーンスタジアムでのイベント開催時にここで折り返す列車を設定でき、限られた車両で大量輸送ができます。公表されたダイヤではここで折り返す列車の設定はありませんが、行き先表示にはしっかり載っています。この先の右カーブを抜け、800メートルほど進んだところで工業団地を出ます。軌道の横にはしっかりした柵が作られ、今にも車両が走ってきそうな感じです。正面にある歩道橋は、もともと軌道と重なる位置にあったため、掛け替えられています。前回は軌道が建設途中でしたが、もちろん完成済みです。この先で道路が高さを下げるのに対し、軌道は高さを戻して右へ進みます。あの向こうで、軌道は道路の真ん中に入り、再び併用軌道に戻ります。前編の途中で出てきた、平石停留場の手前の立体交差と対をなす場所です。そしてあちらとは異なり、この立体交差は交差点の真横にあり、道路の方も車線がくっついていたのを広げ、オーバーパスを作っています。軌道は交差点をかわしているものの、建設時にはその影響を受けていました。信号機には矢印のライトが4個並び、斜め方向の矢印が出ています。ここがライトライン全体の計画に影響を与えた場所です。私が進んできた国道と東西に伸びる県道が交差するこの交差点は、交通量の多さで知られ、ライトラインの建設と並行して南北方向のオーバーパスが建設中です。また、南東に伸びる道路や交差点の直前で合流する小道もあり、車線は複雑に絡んでいます。ライトラインの立体交差の建設にあたり、道路への影響を避けるために規制範囲を限定していましたが、実際にはその規制範囲でも道路への影響が大きかったため、範囲を縮小することになりました。これにより複数の作業を同時にできなくなり、工期が伸びたのです。当初は橋脚を立てる工程で遅れを取り戻す予定でしたが、機械や人員の手配がうまくいかず、遅れを完全に取り戻すことはできませんでした。今年3月の開業が8月に延期されたのは、この場所の工事の遅れが原因です。そしてここから先の停留場も工事が終わっています。沿線には再び住宅などが見えますが、チェーン店の巨大看板も目立つ、郊外都市の幹線道路沿いといった雰囲気です。前回はサイン工事がまだ終わっていなかった停留場も綺麗に仕上がっています。一方ここから先では、軌道の横のバリケードがまだ残っています。
先月24日の夜から撤去され始めたバリケード、残すは全体の2割弱です。なお、軌道はここから芳賀町に入ります。似たような見た目の停留場が続きますが、この次がトランジットセンターに位置づけられている停留場の一つ。この右奥、軌道の南東ではバス乗り場などの整備工事が完了していました。そしてここで軌道は90度向きを変え、北へと進みます。直角に折れ曲がるのは、路線ではここが最後。列車と衝突するのを避けるため、向かって右の車線は全て展開禁止です。あと2駅ですが、ライトラインで1、2を争うハイライトは、この先にあります。この奥では軌道が一瞬見えなくなり、近づいてみると、軌道が巨大な谷を横切っています。そう、ここで軌道は60ミルの勾配で高さを下げ、そこから同じ勾配で高さを戻すのです。これは谷底に田んぼがあり、おまけに川も流れていたため、工業団地を造成するときにここを埋められなかったのが理由です。横には住宅もあり、道路丸ごと高架で突っ切るわけにもいかなかったようです。途中で横を見れば、勾配がはっきりわかります。そしてライトラインの車両はもちろんこの勾配に対応しており、颯爽と駆け抜けます。一方、坂を上がりきった先にある停留場は、他との様子が違います。ライトラインの車両と横断歩道を渡る人々。そう、ここでは、ライトラインの車両見学会が開かれています。その名も、出張ライトライン見学会、in 芳賀。中盤で見かけたレールウォークに並ぶ、開業前の目玉イベントの一つです。車両の見学会自体は過去にも行われていたものの、工程の関係で芳賀町までは入線できていなかったため、芳賀町で開催されるのは今回が最初。公園横の駐車場が使えるため、ここが開催場所になったようです。グッズ販売なども行われ、テレビの取材も入っていました。クリアファイルに入ったリーフレットとうちわをゲット。木陰とテントで熱中症対策も万全です。見学目安は10分ですが、総入れ替え制ではないので安心。前編で停留場内の映像があったのは、ここで収録したものです。段差はほぼなく、車両とホームの隙間は 5.5 センチほど。車内の様子がこちら。外装と同じく、黄色と黒を基調とした車内。つり革も同じ色合いで、四角い形状が目を引きます。座席は一部を除いてクロスシートで、向かい合わせの席もあります。幅は一般の鉄道と遜色なく、座り心地も良く、片道48分なら快適です。また、座席の柄は宇都宮の伝統の柄で、カーテンも同じ。床には、大谷石をあしらった仕上げが使われています。荷棚はありませんが、荷物を置ける場所もちょっとだけあります。案内ディスプレイは、天井に数箇所、そしてドア上にあり、混雑した車内でも安心。試運転の表示を車内で見られるのは、今だけです。見どころ満載の車内でも特徴的なのが、この IC カードリーダー。ライトラインでは、IC カードの場合は全てのドアから乗り降りができます。降りるときと乗るときでタッチする場所が変わるので、色と形を変えてアピールしています。ちなみに前編で出てきた、ベルモールのあの遊具。車両の再現度は低めですが、運転台と並んで再現されていたのが、この IC カードリーダー。大量輸送の鍵でもあるだけに、何としても浸透させたいという思いが感じられます。そして同じく再現されていた運転台の様子がこちら。車体の中央にあり、周りを監視するモニターが並びます。ライトラインの運転手は総勢53人。鉄道会社での経験は必須ではなく、自動車部品工場で働いていた人もいるそうです。そしてここは終点の一つ手前の停留場。あのカーブの先が路線の終点です。停留場の手前で上下線を結ぶ線路があり、その先に島式ホームの停留場が続きます。ここが終点の芳賀高根沢工業団地。今年3月はまだ工事中でしたが、すっかり出来上がっています。当初は東隣にホンダの工場があることから、本田技研北門という名称でしたが、前編でご紹介したベルモールと同じく、変わることのなさそうな名称になりました。終端部の奥にあった歩道橋は建て替えられ、横断歩道を渡らなくて済む動線ですが、バリアフリールートを確保するため、横断歩道もあります。2番線は上り線にまっすぐつながっているので、こちらが主に使われそうな感じがします。全線での終熟運転が続く中、
開業ムードを盛り上げるイベントも開かれるライトライン。ただしその先に思わぬ課題があります。ライトラインの工事費は当初458億円だったのが、立体交差部分の地盤補強工事や用地買収の難航などにより684億円にまで膨れ上がっています。これは2度の開業延期前の金額で、さらに増えるのは間違いなし。開業延期になった分の運賃収入がなくなることもあり、費用対効果が下がります。また、住宅密集地は宇都宮駅から3キロほどまでで、そこからは田んぼや畑もあります。工業団地に通勤する人が LRT に移行することが期待されますが、今のところ通勤バスの廃止を決めたのはホンダのみで、マイカー通勤する人の移行がどれだけ見込めるかも未知数です。一方ライトラインには、2つの延伸構想があります。一つが、東にある芳賀町の中心部までを結ぶルート。そしてもう一つが、宇都宮駅で JR 線をまたいで、西側に出るもの。宇都宮市の中心部は JR 線の西側なので、市街地の活性化につながると期待され、こちらが優先整備区間。24年中の免許取得、26年中の着工、30年代前半の開業を目指しており、宇都宮駅東口の車止めの先には、延伸用の空間があります。ただしその最大のネックが、JR 線との交差部分。在来線が地上、新幹線が高架で、その間を通る難工事です。ライトライン単独の延伸に加え、周辺路線との乗り入れ構想もあり、レール同士の間隔、期間は、それらの路線で採用されている 1067mm です。夢が膨らむプランですが、これらの計画には、膨らんだ事業費によってそのハードルが上がった最初の開業区間の運営が成功することが不可欠です。開業当日、8月26日の一般利用は午後3時からで、それまでは各種セレモニーが行われる予定。子供向けの先行乗車企画も発表され、開業当日までイベントが盛りだくさんです。この区間の運営が成功し、今後の延伸計画や他の都市での構想にプラスの効果が出るといいですね。ご視聴ありがとうございました。